丈夫ですか？ありがとうございます。よかった。大丈夫ですか？これすいません。行きますありがとうございます。これが杖です。ありがとうございます。すいません。大丈夫ですか？ありがとうございます。ご親切に。はい。すいません。ありがとうございます。大丈夫大丈夫です。すいません。ありがとうございます。どちらまでですか？ちょっと郵便局に行きたくて。大丈夫ですか？すいません。ありがとうございます。大丈夫です。ありがとうございます。どこから行かれます？駅に行きたいんですけど。駅。はい。どうしたらいいんだろう。なんかじゃ手かなんか。肩をお借りしていいですか？はい。これすいません。ありがとうございます。ご親切に。すいません。ぶつかったよ。いや、ちょっと急いで。急いでてください。謝った方がいいっすよ、絶いや、はい、わかりました。対。わかりました、ちゃうやん。行きましょう。まあでもいや気にしないでくださいね。大丈夫ありがとうございます。本当。ですよね。お時間大丈夫なんですか？全然大丈すいません、ぶつかって申し訳ないです。いえ、大丈夫です。すいません。すいません。失礼します。すいません。どっか行きますか？一緒に行きます？ありがとうございます。いやお前さ、どんだけ迷惑かけたら気が済むんだよ。すいません。お前みたいなカスの面倒任されてる俺がどんだけ大変か分かる？お前なんかさ、いない方がよっぽど楽なんだけど、会社辞めちゃえよ。すいません。しかし今回の件に言い訳してんじゃねえよ。お前の考えなんかどうだっていいの。お前みたいなやつはもう余計なこと考えずにさ、言われたことだけやってりゃいいんだよ。バカなんだから。すいません。本当に分かってんのかよ。お前の代わりなんかいくらでもいいんだから。ああ、本当きついわ。お前どんな教育受けて育ったの？どうせ親も相当頭悪いんだろうな。知らねえけど、どうせ親も相当頭悪いんでしょうね。あんただ、あんた。何の話かわかんないけど、ちょっと言い過ぎじゃん。すげえ気分悪いんだけど。あそうか、完全にパワハラよ。あ、いや上司が部下を叱るのはまあ仕事のうちなんで。ほら、信頼関係もあるからパワハラにはなんないと思うんですよ。信頼関係なんてないでしょ。そっちのお兄さんそんな顔してない。大体ね、こんなんみんないる中で怒ってるようなやつが信頼されるわけないじゃん。ああ、あ、はい。ちょっとお話しさせてもらっていいですか？ああ、はい。ちょっと2人でお話できますか？彼ちょっと外してもらって。ね、部外者の私がね、口を出すのはどうかと思うんですけど、ああいう言い方は良くないと思うんですけど、まあ一旦ね、は相手の立場に立ってみると分かりやすいと思うんですけど、い。はい。ね、言いたいことも言わせてもらえずに、法的に強く言われて、そうですね。不満が募るばっかりじゃないですか。我々の世代はもうそういうのが当たり前だったんですけど、僕もね、そういうふうに育てられてきたっていうのはあるんですけど、今時代が違うじゃないですか。ね、はい。少し叱っただけで後から大きな問題になることもあるし、ちょっと言い方がね、
ないかと思いますよ。そうですね。そうですね。ちょっと気をつけてみます。はい。ありがとうございます。突然すいません。いやいやいや。理解していただいてよかったです。おい、今靴踏んだろ。こっち来い。この靴5万すんだけどどうしてくれんの？これから大事な商談あんの。ああ、こんな汚れた靴じゃいけねえよ。新しいの買うから2万円ちょうだい。持ってませんじゃねえんだよ。そんなお金持ってます。持ってませんじゃねえんだよ。ないんだったら親に頼め。今すぐ連絡しろ。お前じゃ話になんねえからなあ。すいません。えどうされたんですか？すいません。えなんかあったんですか？持ってませんじゃねえんだよ。すいません。揉め事ですか？あ、いや5万円する靴踏まれたんでお金請求してるんですよ。ごめんなさい。何を踏まれたって言いました？俺の靴。どの辺ですか？いや、5万円する靴踏まれたから金請求してんだけど。子供に。いや、こいつが靴踏んだからさ、弁償ですよ、弁償。いやいや、ありえないでしょ。いや、今私が見させていただいて、全然汚れてるようにも傷がついてるようにも見えないんですよ。いや、ほら、俺。いやいや、そんなこと言ったら反対の靴だって傷ついてますよ。いや、正直ね、本当に今踏まれて傷がついたのかどうかわからないのに2万円請求するっておかしくないですか？靴踏んじゃったの。ちゃんと謝った。ごめんなさい。多分わざとじゃないと思うんで許してあげましょうよ。子供ってね、こうやって公園で走り回る場所ですし、地面もね、土や砂でできてますし、靴が汚れることって十分想定できますよね。まあ、いや、私からしたらね、この靴で来るあなたの方がナンセンスですよ。あなたおいくつですか？いい大人ですよ。てか別にそんなに汚れてないじゃないですか。このまま使えますよね。この子がね、精神的苦痛を負わされたとして、後からね、慰謝料、お金を請求されるのってあなたの方ですよ。いや、そういうつもりで言ったわけじゃないんですけど。いや、大人にとってはそういうつもりじゃなくても。僕らもあったじゃないですか、子供の頃。なんか大人に怒られていろいろ勉強になったでしょね。ああ、はい。この子もほらいろいろ勉強になったと思いますから許してあげましょうよ。こういう子供たちって本当に心が繊細なんで、ある出来事がね、きっかけになって日常生活に支障が出る子だって多くいると思うんですよ。そうなったらね、取り返しもつかないですよね。お金で解決できる問題じゃないんですよ。言い方もう少し次から優しく言ってあげた方がいいんじゃない？はい。もう一回ごめんなさいしよう。ごめんなさい。いや、私もね、こんな素敵な靴をね踏まれたら嫌な気持ちになるのはわかるんですけど、いや、さすがにね、こんな小さい子なんでもうちょっと言い方があったと思うので、ちょっとそこはね、もうちょっと冷静な対応していただけたらなと思いました。すいません、通りすがりなんですけど。そうだ、見て見て、うちの子供すごい可愛いでしょ。いいな、子供羨ましい。早く子供産みなよ。そういえば、不妊治療をしてるんだっけ？そうなんだよね。頑張ってるんだけどね。不妊治療って本当に妊娠するの？なんか治療しても無駄とか聞くけど。どうなんだろうね。
でも何もしないよりかはいいのかなって思ってるよ。そっか。うん。なんか親にさ子供の顔見せれないとかかわいそうじゃない？だって子供の成長とかも見れないわけでしょ。なんかごめんね、こんなこと言っちゃうとさあれだけど、私があなたの立場じゃなくてよかったとか思っちゃう時あるもん。さっきから何言ってるんですか？すみません。はい。なんでそんなひどい言い方できるんですか？治療してる人に対してかける言葉じゃないと思うんですよね。悩んでるんですよ。わからないですか？悩んでる人にそんなこと言ったら傷つきますよね。悩んでる人にかける言葉じゃないですよ。ちょっと優しい言葉かけてあげたらどうですよ。それにあなた友達でしょ。はい。友達だったらそんななんか嫌味っぽく言わないでさ、応援する言葉かけてあげるのが普通じゃないかなと思うんですよね。相手の気持ちになったらわかりますよね。人として間違ってます。もうそんなこと言わないでください。あなたの言ってること確実に間違ってますから。ちょっとそんなとぼとぼ歩かないでもらえますか。邪魔なんで。すいません。そんなんだからさ、最近の老人は老害って言われるんだよ。もう少しは若者のために働けよ。それもどうせ年金だろ、その服も靴も。俺たちの税金取ってさ、恥ずかしくないの？高い服着てんな。どうせ俺らの税金で買ってんだろ。自動車事故とか多いしさ、ほんと若者の将来奪うなって。ほんと家から出てこないでください。家の中にずっといてください。邪魔なんで。若者の将来奪うな、家から出てくんな。さっきからちょっと見てたんですけど、この人はあなたに何もしてないのにすごい大きな声で喋ってて、どうしたの？いい靴履いてんじゃん。ちょっと言い過ぎじゃないですか。大丈夫ですか？別に、はい。なんですか？どっかすごい大きな声が聞こえてきたんで、なんか喧嘩みたいに。いや、別に喧嘩ってわけじゃないんで大丈夫です。まあ邪魔だったんで話させてもらってたんですけど。邪魔って。でもこの人が悪いってわけじゃないですよね。それだったら。あなたがそう思うのはなんですけど、言葉にするの難しくないですか？そうですかね。それ言う必要あります？直接本人に言わなくない？いや、解けばいいじゃないですか。いや、それで揉めてたんですか？はい。だってそれを私たちが配慮すれば何も問題なくないですか？道もこんなに空いてるから避けて通れますよね。さっきみたいなこと言われたら悲しい気持ちになりますよ。世間知らなさそうくせにあなたの方が全然邪魔です。でもそれ悪いですか？いや、そうっすね。何も悪くないと思いますし、もし自分が将来、こう都市化されていた時にどうしますか？逆にこう言われたら。まあ嫌っすね。考えたことありますか？絶対嫌ですよね。じゃあ自分が言われて嫌なこと他の人には言わないのが普通だと思うんですけど。まあ文句言っても世の中は変えられないと思う。変えようとするってことはいいことだと思うんですけど、やり方あるけど。間違ってないし、リさん悪くないからちゃんと言っとかないと。大事な方、僕が悪いんですよ。いやいや、そんなことないですよ。絶対この人の方が悪いですよ。帰ってください。すいませんでした。ありがとう。悪いってわけじゃないですよ。ありがとうございます。いや、全然とんでもないです。自分が悪いって本当に気づいた方がいいで、目立ってるし、みんな迷惑かかるんで。どちらから？僕はアメリカの。
アメリカ人です。ああ、そうですか。本当にありがとうね。可愛いですね。ありがとうございます。ありがとずいぶん若そうだけど、はい、何歳ですか？今年で21歳になります。21？はい、そんな年で育てられますか？頑張って育てます。まあ、頑張るっていうのは分かるんですけど、21歳ってまだ子供じゃないですか。子供が子供を育てられないと思うんですけど。それでも私には責任がありますし、頑張って育てるって決めたので。じゃあまさかシングルマザーじゃないですよね？シングルマザーです。いやもう無理でしょう。育てるったってだってお金だってかかるんだし、そんなんじゃねえ、子供がかわいそう。子供は親を選べないんだよ。無責任じゃないですか。こちらの方は知り合いですか？ああ、すみません。はい。あ、ちょっといいですか？何ですか？そこまで言う必要ないんじゃないですか？知らない相手ですよね。私なんか間違ったこと言いました？間違ってますね。なんか性別とか年齢で見てません？この方多分責任持って育てようって多分決めたと思うんで、ご自身でそういう言い方はないと思います。娘さんも見てますし、娘さんも嫌だと思うんですよ。お母さんも言われたら。間違ってないと思うんですけど。いや、さっきからずっとだって頑張って子育てしてるって言ってる人に対してそんな言い方なくないですか？なんかちゃんと育ててほしいんですよね。彼女ちゃんと育ててないんですか？どうやってわかるんです？見たんですか？いやだからって言いたいこと言ってません？なんでとにかく向こうの方に行ってもらってもいいですか？なんでですか？いやもう普通にあんな言われたしわかんないですかね。普通に邪魔なんですよ。ごめんなさいね、急に吐いちゃって。いや、大丈夫。ありがとうございます。いろいろ言われたと思うんですけど、全然気にしなくていいと思います。なんか若いお母さんが子供いてなんかどっか行っちゃったりとかってあるじゃないですか。なんかそういうのを見てると本当に腹立つんですよね。確かにテレビでそういうのは見ますけど、でもこの方がそうなってるかって言ったらそうじゃないじゃないですか。こうやって公園に連れてきてあげて子供と遊ぶ時間作ってっていろいろ考えて行動してるわけですから、その方にちょっとこう一つの偏見じゃないですけどその考えをぶつけるのはなんかちょっと違うんじゃないかなと思うんですよ。彼女が同じようにそうするかなんて分かんないじゃないですか。それ他人のあなたが言う必要ないと思いますけど、失礼です。若いのに子育て頑張ってては尊敬されるべきことだと。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。すごいいい子ですし。そうなんですよ。本当にこれからね、なんかあったことあるかもしれないですけど、いろんなことを言う人いると思いますけど、うまくいくんですけど、自分で選んだ道ですけどね。すみません。ありがとうございます。またね。子供もさニコニコして遊んでるわけですから、この2人の関係を見てなんか仲良くないって絶対見えないじゃないですか。なんかさっきみたいな人とかも結構いたりとは思うんですけど、頑張って子育て頑張ってください。こちらこそそんな急にありがとうございます。すみません、なんか急に入ってきて。いや本当にありがとうございます。ママ大好き？なんかすいません。可愛い。